合気道に影響を与えた要因としてね、久上心流も、触れておきたいと。いうことですね。まず、表立って指摘されたのはやっぱり安江先生だと思うんですよね。安江先生の功績っていうのはすごくこれは大きくて、それまで目向けられてなかったところに注目をされて、やっぱりあれだけ影響力大きいですから、例えばね、大阪の寒原神社ってあるじゃないですか。あそこのね、指輪、あれがね、安江先生がおっしゃったけど、バーッと売れてね、で、なかなか手に入らなくなってね、しかも近所に人が来てうるさいっていうんで、今度販売中止になっちゃったんですよね。っていうことがあったりとかね。それから岡山の方に奥宮あるんですけどね、なんかこう絶壁みたいな階段を登っていくところね、私もね、こう、待ち受けが、寒原、奥宮なんですけど。お守りいっぱい持ってて、岡山のが本家っていうか。奥宮ですよね。そこで、そこもね、実は岡山出身の方が職場にいてですね、やっぱりそこにお参りする人がね、うんと増えたみたいな話を聞くんですよ。つまり、それだけ影響力が多くて、久上心流、ということに世間の注目を向けたっていう、その功績って素晴らしいと思うんですよ。で、それは一応ちゃんとプライオリティっていうものはちゃんと言った上で、お話しさせていただくと、上柴先生はですね、久上隆治先生という方がいらしてですね、その方と非常に親しくされてたんですね。昭和30年代の前半だと思うんですけどね、お二人が写ってる写真って見たことあるんですよ。もう着てるもんから顔の表情からこう、漂ってくる雰囲気までもう溶け合ってるっていうかね、ものすごい仲いいのがよくわかるような、写真でしたね。久上先生っていうのは、宗教観としては大元と近いんですよ。最初はこう、親しい交流もあったんですけども、うちの方が本家だぞみたいなそういう自負もあったのか、ちょっと別れて、新しい団体を作られたりとかしてね、っていうことがあるんですよね。で、大事なところは、上柴先生が、この久上隆治先生からですね、久上心流の免許改善を受けていらっしゃると。それから、岩間神社のですね、名誉宮司、それをね、依頼してるんですよね。だから、当時の岩間時代のですね、写真とかをこう見ると、もうわかんないんですよ。これが久上のして、これが上柴先生のとこって、おそらく上柴先生の中で、頭の中でも分かれてなかったのかと思いますけど、そもそも同じ道着着てるから分かんないですよね。だから、後から見てももう分かりづらいかもしれないんですけども、そこでは久上心流の方々と一緒に稽古されてたはずなんです。で、上柴先生は、後になってから、武田宗覚先生には武道に対する目を開いていただいたんだと。で、ある時、それまで習ってた技を全部忘れてしまったと。要するに、寒原の神様が降りてきてね、全部それまでのものは一旦忘れてしまったみたいなことをおっしゃるので、それで大統領の影響を少なめに考える方もいらっしゃると思うんですけど、ただ、大統領の影響、さっき言った通りね、がっつりガチ大統領だった時期があるということだけ指摘したいと思いますね。で、久上心流ですね、こっちの方はですね、そういうわけで、相当密接な関係があったわけです。で、もう技術的にもですね、免許改伝を受けていらっしゃるのでね、合気道のその後の、技術に影響がなかったと到底思えないんでね、ということですね。上島森平先生ってある意味ものすごく正直な方で、ある時期ご自分の武道をですね、雨の村雲久に寒原合気道と呼んでらっしゃる時期があるんですよね。つまり、ご自分の関心のありかをもうバーッとこうね、これだっつってこう公表されてるわけですよね。それなのに久上心流があまり注目をされなかったっていうのはね、やっぱりスタンレー・プラニーさんの影響が強かったこととかね、そういうこともあって、だからその安江先生が一言おっしゃったのは大きかったと思いますね。その寒原ということで。で、それじゃあちょっと次よろしいでしょうか。で、今も出ましたけど、大本教の影響というのは、単に精神性っていうだけ、それは関係あるんですよね。非常に強い影響があって、まずですね、大本教の信者で、内弟子でもある赤澤善三郎さんという方がいらしたんですけれども、その方に紹介されて、中西公務聖雨というですね、ここに本があったりするんですけど、これはアマゾンでもあんまりもうないんですけどね、こういう、年の差夫婦の、行者さん2人1組で、いらしたんですよね。で、その方は密教とか修験道とか古神道の、
能力が高いとか専門であると、言うんですね。その時自分がちょっと思ったことは、なんで一人の人が密教と、例えば古神道、修験道っていうのは密教とかいろんなものが混じってますからね、山岳宗教とかいろんなものが混じってるから、まだわかるんだけども、なんで密教と古神道両方の専門家足り得るのかなと思って、で、なんだろうと思ったんですよね。で、例えばね、外国語を勉強してもね、英語一つちゃんとわかるようになると、フランス語を勉強したりとか、ドイツ語を勉強したりするとき早いですよね。なんでかというと、文の骨格とかね、関係代名詞があったりとかね、and が何と何結んでるとか考えると、フランス語はって et って、って何と何結んでるとかね、要するに構造が非常に類似してる、当たり前っちゃ当たり前ですよね。つまり、何か共通点があるんじゃないかなと。要するに、密教と古神道と全然違うように見えるものでも共通点があって、だからこそ修験道みたいな山岳宗教で両方がごっちゃになってたりとかね、することもあるのかなとちょっと思ったんですよね。で、これは後の方の話と関係してくるんですが、それで、この中西幸雲という行者さんに、サムハラの神様を下ろしていただいて、吉羽先生がそこでその神様と縁結びされたというか、感応したと、感応って、感じるに反応の脳ですね、感応したと、これが大きな転機ですよね。それと深みですよね。それが非常に大きな、影響でね、それでその辺から大統領と離れていったかなと、精神的にも離れていったかなというような印象があるんですよね。で、次よろしいですか。で、もう一つ、合気道に影響を与えた要因として、白光振興会。なんでこれを挙げるかというと、白光振興会っていうのは、まず大元から分かれて、成長の家っていう団体があって、割とラジオなんかでも放送してるからご存知の方も多いと思うんですけども、そこから分かれた団体なんですね。世界が平和でありますようにとかいうね、そういうのこうあちこちにこう、ありますよね。あれですね。で、竹増愛機はね、この団体の出版部が作ってるんですよね。口実筆記で。で、その教祖の方と、上柴先生はものすごく仲良くてね、もうこの人は生き神様だ、一応の神様やとか言ってね、もうお互いにこう、はーっとこう、熱烈に持ち上げるようなね、中で。で、言いたかったのは、つまり、この白光振興会も大元的世界観、それから深見真理も、ちょっとその背景には大元的な、近いがゆえに分かれたけれども、ちょうどプロテスタントのね、カトリックでこうね、キリスト教とも分かれたりとかね、昭和40年代の学生運動でも同じことをしてる人たち同士で仲間割れしたりとかね、したじゃないですか。だから、なんか近いこと、同じことを信じてる人の間で、は、かえってちょっとした違いが許せなかったりとかするのかなと、そういうこともあって、とにかく、細かな詮索は、いいとしてですね、分かれたわけですよ。でも、基本的に大元的な世界観の枠の中で、上柴先生は、愛嬌を、身につけてたんだな、というふうに思うわけです。それが、その竹結愛機の中に、口実筆記であるわけですね。それからもう一つのね、上柴吉祥丸先生が、出された、やっぱり上柴森平先生の語録ってありますよね。愛機真髄。これも北合気道好きな人は絶対見てますよね。で、これね、その書店がね、八幡書店っていうの。八幡書店っていうのは、八幡書店っていうのはどっちかというと、オカルト系、神秘の世界に関する、本をね、集中的に出している出版社なんですよね。ここだと例えばね、浜口雄学先生。浜口雄学先生って幕末から、行者さんでね、多くの奇跡を起こしたという方なんですよ。紀州の、行者さんで、その人がすごいのは、警察に睨まれるわけですよ。明治の頃ってそう怪しげなものはまじないとか怪しげなものは取り締まると。で、何べんも逮捕されるんですよ。もうね、裁判の時にそれやってみせてね、実証しちゃって無罪放免になることがね、もう30数回というね、業者さんがいらっしゃるんですよね。その先生の、本とかね、そういう非常に希少なものも出てるんです、この八幡書店から。そういう世界の書籍を扱うと思うんですよね。そこから出ていて、やっぱりこの世界観も自分が理解した範囲で言うと、やっぱりそういう世界と感応するっていうことを、書かれてますよね。ということでね、やっぱり精神世界というものとすごく深い関わりがあるんだな、ということですよ。
ちょっと番外編的な話をするとね、システムの北川先生いらっしゃるじゃないですか。先生がね、旧ツイッター、今 X になっちゃいましたけど、旧ツイッターの中でね、ちょっとだけね、そこの宗教観についてお話を書かれたことがあって、私はそれを見逃さないで、その本を買うてしまったんですけれどもね、はい、ギリシャ正教の本なんですよね。で、これはね、確か、安江先生の記事を読んだときにね、システムの創始のリャコブ先生、亡くなったリャコブ先生と安江先生がお話をしたときに、その安江先生がそういう祈りの世界とか精神世界の話をされたところ、リャコブ先生からあんたは頭がいいって言われたと。で、リャコブ先生も一日数時間、ギリシャ正教のね、お祈りをされてると。で、正式に入門する人にはギリシャ正教を入門させると。で、どうしてもそういう精神世界とはね、切っても切れない部分があるなと、いうことですよね。この後の話にまた繋がっていくんですが、じゃあ、